聖夜堂祈願岡本喜道龍目の池1第12の男は語る。私は写真道楽で、と言っても下手の横好きのお仲間なのですが、ともかく道楽となると東京市内や近郊でばかりパチリパチリやっているのではどうしても満足ができないので、忙しい仕事の暇を盗んで各地方を随分巡り歩きました。その間にはいろいろの失策談や冒険談もあるのですが、今夜の話題にふさわしいお話というのは、今から4年ほど前の秋、福島県の方面へ写真旅行を企てた時のことです。その時に自分一人で出かけたのですが、白川の町には横田くんという人がいる。私は初対面の人ですが、友人の E 君は前からその人を知っていて、白川へ行ったならばぜひ訪ねてみろと言って丁寧な紹介状を書いてくれたので、私は帰り道にそこを訪ねると、横田くんの家は土地でも旧家らしい呉服屋で、商売もなかなか手広くやっているらしい。私の紹介された人はそこの若主人で、これも写真道楽の一人ですから、初対面の私を非常に歓待してくれまして、別棟になっている奥座敷へ泊めていろいろのご馳走をしてくれる。全く気の毒なくらいでした。日が暮れてから横田くんは私の座敷へ来て夜の更けるまで話していましたが、そのうちに横田くんはこんなことを言い出しました。どうもこの近所には写真の台になるようないい景色のところもありません。しかしせっかくおいでになったのですから、何か変わったところへご案内したい。これから5里半以上、やがて6里ほども入ったところに龍目の池というのがあります。少し遠方ですが、途中までは乗り合い馬車が通っていますから、歩くところはまず半分ぐらいでしょう。どうです？一度行ってご覧になりませんか？私は旅行慣れしていますから、少しぐらい遠いのには驚きません。そこでその龍目の池というのは景色のいいところなんですか？景色がいいというよりも、大きい木が一面に茂っていて、なんだか薄暗いようなものすごいところです。昔は非常に大きい池だったそうですが、今では東京の不忍池よりも少し広いぐらいでしょう。遠い昔には龍が住んでいた。おそらく大きい蛇か山椒の魚でも住んでいたのでしょうが、ともかくも龍が住んでいたというので、昔は龍の池と呼んでいたそうですが、それが中頃から転じて龍目の池ということになったのです。それについて一種奇怪の伝説が残っています。今度あなたをご案内したいというのも実はそのためなのですが、あなたはお疲れでお眠くはありませんか？いえ、私は夜更かしをすることは平気です。その奇怪な伝説というのはどんなことですか？と私も好奇心をそそられて聞きました。さあ、それをお話し申しておかないとご案内の価値がないようなことにもなりますから、一応はお耳に入れておきたいと思います。今夜も10時を過ぎて、庭には鳴き終わったコオロギの声が聞こえる。9月の末でもここらでは火鉢を引き寄せたいぐらいのよさむが人に迫ってくるように感じられました。横田くんは一息ついて、さらにその龍目の池の秘密を解き始めました。何でも奥州の秀衡の全盛時代だと言いますから、およそ800年ほども前のことでしょう。かの龍の池から1丁余りも離れたところに黒太夫という豪農がありました。苦労というのではなく黒と書くのだそうです。ご承知の通り、奥州は馬の産地で、近所の三春には大きい馬市が立っていたぐらいですから、黒太夫の家にもたくさんの馬が飼ってありました。それからまた龍の池のほとりには一つの古い社がありました。いつの頃に建てられたものか知りませんが、よほど古い社であったそうで、土地の者は龍神の社とも水神の社とも呼んでいましたが、その社の前に木馬が立っていました。普通ならばご神明と唱えて本当の生きた馬を飼っておくのですが、ここのは本当の馬と同じ大きさの木馬で、いつの昔に誰が作ったのか知りませんが、その彫刻は実に巧妙なもので、ほとんど生きているかと思われるほどであったそうです。
したがってこの木馬が時々に池の水を飲みに出るとか、正月元日には3度いななくとか、いろいろの噂が伝えられて、土地の者はそれを信じていたのです。ところがその木馬がある時どこかへ姿を隠してしまった。前の伝説がありますから、おそらくどこかへ出て行って再び戻ってくるものと思っていると、それが三月経っても半年経っても再び姿を見せない。元来が小さい社で神官も別当もいるわけではないのですから、馬がどうして見えなくなったか、その事情はもちろんわからない。まさか盗まれたわけでもあるまい。盗んだところでどうにもなりそうもない。例ある木馬はこの池の底へ沈んでしまったのではあるまいか、という説が多数を占めて、まずそのままになっていると、その年の秋には暴風があって、池の水があふれ出して、金村がことごとく水に浸される。その他にも悪い病が流行る。かの木馬の紛失以来、いろいろな災厄が続くので、土地の者も不安に襲われました。とりわけて心配したのはかの黒太夫で、何分にも所有の土地も広く、家族も多いのですから、何かの災厄の起こるたびにその被害が最も大きい。そこで村の者どもとも相談して、黒太夫の一手でかの木馬を新しく作って、龍神の社前に備えるということになりました。しかしその頃の奥州には、とてもそれだけの彫刻師はいない。もちろん平泉には相当の仏師もいたのですが、今までのが優れた作であるだけに、それに劣らないような腕前の職人を物色するということになると、なかなか適当の人間が見当たらない。これには黒太夫も困っていると、ある晩に一人の山伏が来て一夜の宿りを求めたので、黒太夫も快く止めてやる。そうして何かの話からかの木馬の話をすると、山伏の言うには、それにはいいことがある。今度奥州の平泉に金色堂というものができるについて、都から大勢の仏師や万丈やいろいろの職人が下ってくる。その中に祐慶という名高い仏師がいる。この人は仏ばかりでなく、花鳥や龍や鳳凰やすべての彫刻の名人として知られているから、この人の通るのを待ち受けて何とか頼んでみてはどうだ。私は宇都宮であったから、おそらく1日2日のうちにはここへ来るだろうというのです。それを聞いて黒太夫は非常に喜びました。山伏は明くる朝ここを立ってしまいましたが、黒太夫はすぐに支度をして、家内の者4、5人を共に連れて、街道筋へ出張って待ち受けていると、果たしてその祐慶という人が通りかかりました。黒太夫が想像していたのとは違って、まだ24、5の若い男で、これがそれほど偉い人かと少しく疑われるくらいでしたが、ともかくも呼び止めて、木馬の彫刻を頼みますと、祐慶は先を急ぐからというので断りました。それをいろいろに口説いて、何しろその場所を一度見てくれと言って、無理に自分の屋敷まで連れてくることになったのです。祐慶は案内されて、かの龍神の社へ行って、龍の池のあたりをしばらく眺めていましたが、それほどお頼みならば作ってもよろしい。しかし、馬ばかり作ったのでは再び立ち去る恐れがあるから、どうしてもその手綱を控えているものを添えなければならないが、それでも差し支えないかと念を押したそうです。もちろん差し支えはないというほかはないので、万事よろしく頼むことになりますと、祐慶は彫刻をするために生きた人間と生きた馬を手本に貸してくれという、つまり今日のモデルといったわけです。前にも申した通り、黒太夫の家にはたくさんの馬が飼ってある。その中から祐慶は白影の大きい馬を選び出しました。そこでその綱を取っている者は誰にしたらいいかという審議になると、祐慶は大勢の馬飼いのうちから捨松というのを選びました。捨松は今年15の少年で、赤子の時に龍神の社の前に捨ててあったのを黒太夫の家で拾い上げて、捨て子であるから捨松という名をつけて今日まで育ててきたので、本当の子飼いの奉公人です。そういうわけで親もわからない、身元もわからない人間ですから、黒太夫も不憫を加えて召し使っている。
当人も一生懸命に働いている。また不思議にこの捨松は馬を扱うことが上手で、まだ年もいかないくせにどんな勘の強い馬でも見事に沈めるというので、大勢の馬飼いの中でも褒め物になっている。それらの事情から祐慶も彼を選定することになったのかもしれません。いずれにしても青年の仏師は少年の馬飼いと白影の馬とをモデルにして、いよいよかの木馬の制作に取り掛かったのは旧暦の7月の末。ここらではもうすっかりと秋らしくなった頃でした。2、祐慶がどういうふうにして制作に従事したかということは詳しく伝わっていませんが、屋敷内の森の中に新しく細工場を作らせて、モデルの捨松と白影のほかは誰も立ち入ることを許しませんでした。主人の黒太夫も覗くことはできない。こうして7、8、9、10、11と足掛け5ヶ月の後に人間と馬との彫刻が出来上がりました。時によると夜通しで仕事を続けていることもあるらしく、夜更けにのみや土の音がかすかに聞こえるのがなんだかものすごいようにも感じられたということでした。いよいよ制作が成就して5ヶ月ぶりで初めて細工場を出てきた祐慶は、髪やひげは伸び、頬は落ち、目はくぼんで、にわかに10年も年を取ったように見えたそうですが、それでもその目は生き生きと光り輝いていました。モデルの少年も馬も皆元気がいいので、黒太夫一家でもまず安心しました。出来上がった木馬は、もちろんその手綱を控えている馬飼いの姿も全くモデルをそのままで、さながら生きているようにも見えたので、それを見た人々は皆感嘆の声を上げたそうです。黒太夫も大層喜んで手厚い礼物を送ると、祐慶は辞退して何も受け取らない。彼は自分の長く伸びたひげを少し切って、これをそこらの山の中に埋めて小さい石を立てておいてくれ。別に誰の墓とも記すには及ばないと、こう言い置いて早々にここを立ち去ってしまいました。不思議なことだとは思ったが、その言う通りにして小さい石の印を立て、誰が言い出したともなしにそれをひげ塚と呼ぶようになりました。そこで吉日を選んでかの木馬を社前に据え付けることになったのは12月の初めで、近村の者も皆集まるはずにしていると、その前夜の夜半からにわかに雪が降り出しました。ここらで12月に雪の降るのは珍しくもないのですが、明け方からそれがいよいよ激しくなって、目も開けないような大吹雪となったので、黒太夫の家でもどうしようかと躊躇していると、ここらの人たちは雪に慣れているのか、それとも信仰心が強いのか、この吹雪をも恐れないで、近村はもちろん遠いところからも続々集まってくるので、もう猶予してもいられない。昼に近い頃になって黒太夫の家では木馬を運び出すことになりました。いい塩梅に雪もやや小降りになったので、人々もいよいよ元気が出て、かの木造と木馬を大きい車に積み乗せて、今や屋敷の門から引き出そうとするとき、馬小屋の中でにわかに高い稲鳴きの声が聞こえたかと思うと、これまでモデルに使われていた白影が何かのもののけでもついたように狂い立って、手綱を振り切って門の外へ飛び出したのです。人々も驚いて、あれあれというところへ、かの捨松が追ってきました。馬は竜の池の方へ向かってまっしぐらにかけていく。捨松も続いて追ってゆく。雪はまたひとしきり激しくなって、人も馬も白い渦の中に巻き込まれて、時々に見えたり隠れたりする。捨松は途中で手綱を掴んだらしいのですが、今日は容易に取り沈めることができず、狂い立つ本馬に引きずられて、吹雪の中を転んだり起きたりしてかけていく。他の馬飼いも捨松に加勢するつもりで後から続いて追いかけたのですが、雪が激しいのと馬が速いのとで誰も追いつくことができない。ただ後ろの方からおいおいと声をかけるばかりでした。そのうちに吹雪はいよいよ激しくなって、白い大波が馬と人とを巻き込んだかと思うと、二つながら
たちまちにその影を見失った。どうも池の中へ吹き込まれたらしいのです。騒ぎはますます大きくなって、大勢がいろいろに戦議したのですが、捨松も白影も結局行方不明に終わりました。やはり以前の木馬と同じように池の底に沈んだのであろうと諦めて、新しく作られた木像と木馬を龍神の社前に据え付けて、ともかくも今日の式を終わりましたが、もしやこれもまた抜け出すようなことはないかと、黒太夫の家からは朝に晩に見届けのものを出していましたが、木像も木馬も別状なく社を守るように立っているので、まず安心はしたものの、それにつけても捨松と白影の死が悲しまれました。誰が見てもその木像と木馬は全く捨松と白影によく似ているので、あるいは名人の技量によって人も馬もその魂を作品の方に奪われてしまって、我が身はどこかへ消え失せたのではないか、などというものもありました。それからまた腐敗して、今度の木馬も時々にいななくとか、木像の捨松が口を聞いたとか、いろいろな噂が伝えられるようになりました。そこでその名人の仏師はどうしたかというと、その後の消息はよくわかりません。どうも平泉で殺されたらしいということです。何しろここで木像と木馬を作るために5ヶ月を費やしたので、平泉へ到着するのが非常に遅れた。それが秀衡の感情を害した上に、仕事に取り掛かってからも一向に墓が行かない。まるで気抜けのした人間のように見えたので、いよいよ秀衡の機嫌を損じて、とうとう殺されてしまったという噂です。彼が立ち際に髭を残していったのから考えると、自分自身にもないその覚悟があったのかもしれません。かの池を以前は単に龍の池と呼んでいたのですが、この事件があって以来、さらに馬という字を付け加えて、龍目の池と呼ぶようになったのだそうです。で、その木像と木馬も今も残っているのですかと私はこの話の終わるのを待ちかねて聞きました。それにはまたお話があります、と横田君は静かに言いました。後で聞くと、その祐家という仏師は日本の人ではなく、宋から渡来したものだそうです。日本人ならば髪を切りそうなところを髭を切って残したというのから考えても、なるほど唐の人らしく思われます。それから7、800年の月日を過ぎる間に、土地にもいろいろな変遷があって、黒太夫の家は単に黒屋敷跡という名を残すばかりで、唐の昔に滅びました。龍目の池も山崩れや出水のために幾度かその形を変えて、今では昔の半分にも足らないほどに小さくなってしまいました。それでも龍神の社だけは江戸の末まで残っていたのですが、明治元年の奥羽戦争の際には、この白川が東軍西軍の激戦地となったので、社も焼かれてしまいました。もうその後に新しく建てるものもないので、そこらは雑草に埋められたままです。そうするとかの木馬も一緒に焼けてしまったのですね。誰もまあそう思っていたのです。したがってその行方を詮議するものもなかったのですが、それからおよそ40年ほども過ぎて、日露戦争の終わった後のことです。この白川出身のもので、今は南京に雑貨店を開いている堀井という男が、何かの商売用で長江を遡って蜀へ行くと、生徒の城外といっても6、7里も離れた村だそうですが、その寂しい村の川のほとりに竜王廟というのがある。その古い廟の前に大きい柳が立っていて、柳の下に木馬が据えてある。木馬はともかくも、その馬の手綱を控えている少年の木像が確かに日本人にそういないので、堀井も不思議に思いました。もちろん堀井は明治以後に生まれた男で、龍目の池の木像も木馬も見たことはないのですが、かねて話に聞いているものによく似ているばかりか、その木像の顔立ちや風俗が日本の少年であるということが大いに彼の注意を引きました。土地のものについていろいろ聞き合わせてみましたが、いつの頃にどうして持ってきたのか一向にわからない。結局不得要領で帰ってきたそうですが、どうしてもそれは日本のものに相違ないと堀井は主張していました。もし果たしてそれが本当であるとすれば、
木馬や木造が自然に信濃まで渡っていくはずはありませんから、戦争のどさくさまぎれに誰かが持ち出して横浜あたりにいる信濃人にでも売り渡したのではあるまいかとも想像されますが、実物大の木造や木馬をどうして人知れずに運搬したか、それがすこぶる疑問です。それを作った仏師が信濃の人であるからといって木造や木馬が何百年の後自然に信濃へ舞い戻ったとも思われません。何しろ堀井という男は龍明の池の実物を見ていないのですから、いかに彼が主張しても果たしてそれが本物であるかどうかも疑問です。それからそれへと広がっていく奇怪な物語を私は黙って聞いているのほかありませんでした。横田君は最後にまたこう言いました。今まで長いお話をしましたが、近年になってかの龍明の池に新しい不思議が発見されたのです。まだ不思議があるのかと私も少し驚いて、やはり黙って相手の顔を眺めていました。二人の間に据えてある火鉢の火がとうに灰になっているのをお互いに気がつかないのでした。あなたをご案内したいというのもそれがためです、と横田君は言いました。今から7年ほど前のことです。宮城県の中学の教師が生徒を連れてきたときに、龍明の池のほとりで写真を撮って後で現像してみると、馬の手綱を取った少年の姿が水の上にありありと浮かび出しているので非常に驚いたと言います。その噂が伝わってその後にもいろいろな人が来て撮影しました。東京からも3、4人来ました。土地でも本職の写真誌はもちろん、我々のアマチュアが続々押しかけていってたびたび撮影を試みましたが、めったに成功しません。それでは全然ダメかというと、10人に1人ぐらいは成功して、確かに馬と少年の姿が浮いて見えるのです。なるほど、不思議ですね、と私もため息をつきました。そうしてあなたは成功しましたか？いや、それが残念ながら不成功です。6、7回も行ってみましたが、いつも失敗を繰り返すので、私はもう諦めているのですが、あなたのおいでになったのは幸いです。明日はぜひお供しましょう。はあ、ぜひご案内を願いましょう。私の好奇心はいよいよ募ってきました。もう一つには、10人に1人ぐらいしか成功しないという不思議の写真を見事自分のカメラに収めてみせようという一種の誇りも加わって、私は明日の来るのを待ち焦がれていました。3、明くる朝は幸いに晴れていたので、私は早朝から支度をして横田くんと一緒に出ました。横田くんも写真機携帯で、他に店の小僧一人を連れて行きました。池の近所に飯を食わせるような家はないというので、弁当やビールなどをバスケットに入れて、それを小僧に持たせたのです。3里ほどは乗り合い馬車に揺られていって、それからは旗道や森や丘を越えて、やはり3里ほども徒歩で行くと、だんだんに山に近いところへ出ました。横田くんや小僧は土地の人ですから、このくらいの道は平気です。私も旅行慣れているので、別に驚きもしませんでした。小僧は小吉といって、今年16だそうです。年の割には柄の大きい、見るから丈夫そうな、そうしてなかなか利口そうな少年でした。したがって若主人の横田くんにも可愛がられているらしく、横田くんがどこかへ出るときにはいつも彼を友に連れて行くということでした。この小吉も昨べお話しした木造のモデルと同じような身の上なのです、と横田くんは歩きながら話しました。これも両親はわからないのです。小吉という少年もやはり捨て子で、両親も身元もわからない。それを横田くんの家で引き取って3つの年から育ててやったのだということでした。それを聞かされて、私もかの捨松という馬飼いの昔話を思い出して、今日の写真旅行に彼を連れて行くのもなんだか一種の因縁があるように感じられましたが、小吉は全く利口な人間で、途中でも油断なく我々の世話をしてくれました。昼に近い頃に目的地へ行き着きましたが、横田くんの話で想像していたのとはよほど違っていて、なるほど大木もありますが、昼でも薄暗いというような幽暗な場所ではなく、むしろ見晴らしのいい明るい気分のところでした。
また切ったな、と横田くんは独り言のように言いました。近代しきりにこの辺りの樹木を切り出すので、だんだんに周囲が明るくなって、昔の神秘的な気分が著しく薄れてきたとのことでした。どこでも同じことで、これはやむを得ないでしょう。しかし竜神の社の跡だというところは、人よりも高い雑草にうずめられて、容易に踏み込めそうもありませんでした。三人は池のほとりの大樹の下に一休みして、それから小吉が尽力して昼飯の支度にかかりました。横田くんはいろいろな準備をしてきたと見えて、バスケットの中から湯沸かしを取り出して、ここで湯を沸かして茶をこしらえるというわけです。朝から晴れた大空は藍色に高く澄んで、そよとの風もありません。梢の大きい枯れ葉が時々に音もなしに落ちるばかりで、池の水は静かによどんでいます。岸の一部には葦やススキが茂っているが、他に水草らしいものも見えず、どちらかといえば清らかな池です。これがいろいろな伝説を造している龍目の池であるかと思うと、私は軽い失望を感じて、なんだか横田くんに欺かれているようにも思われました。水を汲んできます。こう言って小吉は湯沸かしを下げていきました。池の北にある桜の大樹の下に清水の湧くところがある。その水がこの池に落ちるのだそうで、夏でも氷のように冷たいと横田くんは説明していました。さあ、茶のできる間に仕事を始めますかな。横田くんは写真機を取り出しました。私も機械を取り出して、二人はいろいろの位置から 4,5 枚写しましたが、小吉はなかなか帰ってきません。あいつ何をしているのかな。横田くんは大きい声で彼の名を呼びましたが、返事がない。そのうちに気がつくと、かの湯沸かしはバスケットの傍らに置いてあって、中にはきれいな水が入れてありました。我々が写真に夢中になっている間に、小吉はもう水を汲んできたらしいのですが、さてその本人の姿が見えない。いつまで待ってもいられないので、横田くんはそこらの枯れ枝や落ち葉を拾ってくる。私も手伝って火を焚いて湯を沸かす。茶を入れる。こうして昼飯を食い始めたのですが、小吉はまだ帰らない。二人はだんだんに一種の不安を覚えて、互いに顔を見合わせました。どうしたのでしょう。どうしてましたか。早々に飯を食ってしまって、二人は小吉の行方捜索に取り掛かりました。二人は池を一回りして、さらに近所の森や草原を駆け巡りました。竜神の社の跡という草むらをもかき分けて、およそ2時間ほども捜索を続けたのですが、小吉はどうしても見つかりません。横田くんも私もがっかりして草の上に座ってしまいました。もうしようがありません。家へ帰って出直してきましょう。と横田くんは言いました。バスケットなどはそこに置いたままで、二人は早々に帰り支度をしました。日の暮れかかる頃に町へ戻ってきて、そのことを報告すると、店の人々も驚いて、店の者や出入りの者や近所の人なども一緒になって20人ほどが龍目の池へ出て行きました。横田くんも先立ちになって再び出かけました。あなたはお疲れでしょうから風呂へ入ってゆっくりお休みください。横田くんはこう言い置いて出て行きましたが、とても寝られるわけのものではありません。私も落ち着かない心持ちで捜索隊の帰るのを待ち暮らしていますと、夜中になって横田くんらは引き上げてきました。小吉はどうしても見つかりません。その報告を聞かされて、私もいよいよがっかりしました。それと同時に小吉の行方不明はかの捨松と同じような運命ではあるまいかとも考えられました。私はその翌日もここに滞在して小吉の行く末を見届けたいと思っていますと、今日は警察や青年団も出張して大掛かりの捜索を続けたのですが、少年の行方は結局不明に終わりました。いつまでもここの厄介になってもいられないので、私は次の日に出発して宇都宮に一日を暮らして、それからまっすぐに帰郷しましたが、何分にも小吉のことが気にかかるので、横田くんに手紙を出してその後の模様を問い合わせると、2、3日の後に返事が来ました。その文句は大体こんなことでした。前略、せっかくお立ち寄りくださる候ところ、意外の珍事出退のために
種々ご心配相かけ、何とも申し訳なくござ候。小吉の行方は相分かり申さず、さりとて家出するような司祭もこれなく、ただただ不思議と申すのほかなくござ候。万一かの捨松の二代目にもやと、龍目の池の水中捜索を試みそうらえども、これも向こうに終わり申し候。ここにまた不思議に存じられ候は、当日小生が撮影5枚のうち1枚には少年の姿朦朧と現れおり候ことにござ候。それは影のように薄く、もちろんはっきりと相分かりかねそうらえども、それがどうも小吉の姿らしくも思われ申し候。きかご撮影の分はいかが、現像の結果お知らせくだされそうらわば後人に存じ候。まずこんな意味であったので、私もとりあえず自分の撮影した分を現像してみましたが、どこにも人の影らしいものなどは見出されませんでした。横田くんの写真にはどういう影が現れているのか、その実物を見ないのでよくわかりません。